こんにちは、ペンタロウです。ネオクラモデルが続々やってきている昨今、現在買えるモデルたちをまとめて紹介します。ホンダ CB1000F、鳴り物入りで登場した CB1000F ですが、刺さる人にしっかり刺さっているようで、事前予想通りの人気モデルになっています。CB1000F の立ち位置なんですけれども、究極の万能バイクといっても過言ではないかもしれません。苦手なところがほとんどないので、このバイクが1台あれば余裕のバイクライフが送れます。取り回しも軽く感じる重量バランスで、扱いの億劫さが少ないというのもかなり大きいですね。近場の移動からちょっと遠くまで足を伸ばす時にも支障はないので、どんな用途にも対応できるというのが CB1000F の素晴らしい面の一つです。初動は見込み通り売れているようで、バックオーダーが溜まっていて注文して手に入るのがいつなのかわからないという、そこが今のところ大きなネガティブポイントになっています。古くからの使い回しエンジンなので、そもそも安心かと思いきや、発売早々のリコールがあって、そのために出荷をストップしているということで、余計に納期未定ユーザーを大量に生み出してしまっています。早く出荷正常化するといいんですけどね。ペンタロウの車両はリコールと別にオイル漏れも見つかりまして、この間修理してもらったんですけれども、オイル漏れは一応治った設定ですが、他にも漏れてる人がどうやらちらほらいるようなので、同じところですね。本当に大丈夫かはちょっと心配ですね。再発しないかどうかは引き続きウォッチしていこうと思います。ストップ&ゴーが多い場所でも走り出すとピーキーさが出て極めて扱いやすいので、バイクの熟練度が低かったりブランクがあっても不安は少ないと思います。心をくすぐる走行の軽快感と旋回コントロールしやすいバランス、パワーも十二分にあって俊敏にダッシュもできて、市街地からワインディングロードまで良き相棒として気軽にどこでも行ける性能バランスになっています。安定感も十分で高速走行も余裕があるので、スクリーンで武装すれば高速道路連続走行も時速100キロくらいならまあいけます。ペンタロウは純正ヘッドライトカウルをつけているんですけれども、120キロ走行も長時間連続走行はさすがにしたくないんですが、一応普通にはいけます。スクリーンなしでは90キロ打ち止めにしたいネイキッド全般なんですけれども、100キロ以下ならまあ連続走行ができるので、きっとどうにかなるでしょう。抜群の加速力で高速や追い越しも余裕がありまして、ノーマルシートもシートとステップ感が長めで膝が楽なので、ハイシートにすると最高水準に膝が楽になります。ラバーステップが地味に足の疲労を軽減してくれて、1日走っても体の一部に疲れが集中しにくいという、そんな仕様になっています。取り回しなどの時も車重の割に妙に軽く感じるのは重量バランスのおかげだと思うんですが、日常のストレスが少ないというのがすごくいいですね。始動音がちょっと威勢がいいので、早朝の住宅街でエンジンをかけるというのはなかなかに気が引ける、そんな素敵な音になっています。川崎 Z900RS、初期モデルからずっと売れ続けている Z900 ですが、これまで年間おおむね5、6千台売れていたところ、2025年は一気に4000台くらいに減ってしまいました。おそらくモデルチェンジに絡んだニューモデル待ちや、あとはメーカーの生産調整などだと思うんですが、今年の売れ行きがとても気になりますね。満を持してデンスロにアップデートして、ようやく同クラスの標準的な仕様に追いついたので、これまでスペックで敬遠していた人も地引き網のように水揚げできるかもしれません。下道走行では 1000cc クラスのパワー感が初動からあるので、パワーのあるバイクに乗っている感があります。慣れていない人が油断すると走り出しでクラッチをつないでこけるという事象も巷にあったりはするようです。走り出すと走行中のレスポンスは本格 SS やスットファイのように激しく俊敏というわけではなく、割と穏やかに仕立てられているんですけれども、電スロになるとフルパワーモードは俊敏なストファイ感にきっとなっているでしょう。従来モデルはハンドルが 865mm と広すぎて腕が開き気味になるので、乗車姿勢が大胸筋に効く腕立て伏せのような感じだったところ、今回のアップデートで 815mm と5センチも狭くなってようやく普通になりました。おそらく以前のハンドル幅は大きいバイク間の演出のためで操作性においてプラスに感じない特性だったので、これはありがたい人が多そうですね。高速道路については安定感加速力とも申し分ないので、もちろん走行性能的には時速120キロでも余裕なんですけれども、スクリーン武装しないと連続走行は90キロ以下限定になりそうです。根性がある人は100キロ連続走行も長時間いけるかもしれませんが、ペンタロウはヘタレなのでだいたいネイキッドは80キロ固定くらいで走ります。
純正で小さいメーターカバーオプションはあるので、つけると役に立ちそうな気もしますが、防風性能について言及がないので、風防試験はやっていないんでしょうね、メーカーとして。カフェの方はそこそこサイズのスクリーンが装備されていて、シート高も少し高めで軽い前傾になるので、ケツ板も回避しやすく、高速道路連続走行もスタンダードモデルよりだいぶ楽でしょう。万能感はカフェの方が高いので、スタイルが苦手でなければ選んでみると良いと思います。日常の取り扱いはまずまずしやすいので、1台で何でもできるといえばできます。ただ旧モデルはハンドル幅とタンクの幅などなんとなく大きい感があるので、180センチ190センチくらいの身長の人でないと少し取り回しなどにストレスを感じやすいんですが、慣れれば気にならないかもしれません。ペンタローは手元のバイクが Z900RS だとおそらく気分的に 250cc くらいが欲しくなるので、サブマシン併用で行きたいですね。そこは CB1000F とのちょっと違いかなと思います。早朝の近所迷惑レベルは CB1000F と同じくらいかなというところですね。新型はハンドル幅が狭くなって多少気軽感が上がるのかどうなのか、まだ現物触れていないんですけれども、現物を触れるようになったらちょっといじってみたいと思います。スズキ GSX-8T、 発売されたばかりのニューモデル、スズキの8ファミリーです。スペックは既存の GSX-8S を引き継いでいて、細かいところがちょっとずつ変わっているという、そんな仕様になっています。実用面ではミラーがバーエンドになっているので好みが分かれそうなんですけれども、ペンタローはですね、元口 V7 ストーン10というのを以前持ってまして、これでバーエンドミラーに慣れているので、まずまずいける派です。慣れると後ろが見やすいですね。角度がついて真後ろまでよく見えるので、なかなか便利だと思います。ただ 8T のバーエンドミラーはバーエンドにしては激烈見やすいという感じはなく、これはハンドル幅が広くないためかなと、そんな風に思ったりしています。8シリーズ全てに言えることですが、上質感のある走りで苦手な場面がほぼなく、市街地走行も苦にならず、幹線道路も加速力と安定感で楽々、カーブの多い道もコントロールしやすいので何でもできて最高ですね。 8T 系は R に比べるとベースの S 譲りのストファイな走りでアグレッシブに走れて、これはこれですごい楽しいです。 TT の方のスクリーンは小ぶりな割にすごく優秀で、さすがメーカーがきちんと設計しているだけのことはありますね。これなら高速道路を対応する用途でも全く持っていけます。120キロ連続走行は長時間連続となると風が辛いものの、追い越しなどで加速する分には問題なく走ります。バーハンドルで取り回ししやすく、重量バランスも良いので扱いがとても楽ですね。車体も大きくないので置き場所の面でも困ることが少なく、アイドリングもうるさくないので早朝指導もそれほど気を使わなくて済むという、ネガティブ面はほぼなしというところですね。徹底的にコストダウンするという方向性ではなく、質感にもこだわりを感じる仕立てになっていて、ミドルツインの爆裂加速力もあって日常の幅広い利便性を兼ね備える有能バイクになっています。ヤマハ XSR900、 初年度以降販売台数の影が薄い、そんなモデルになっていましたが、2025年は限定色のアイボリーがとても売れて、久々に販売台数ランキングに登場しました。 MT-09 ファミリーの一つでヤマハの稼ぎを支える主力モデル群、 XSR900GP、 トレーサー 9GT、 YZF-R9 と派生車種が多いのが特徴です。 XSR900 は車重196キロとこのクラスでは軽量な方です。数値の割には軽快感を感じるというキャラクターではなく、スズキ8シリーズやホンダ CB1000F の方が軽快なイメージを持つ人が多そうです。常時パワーを感じてついつい加速したくなってしまいがちなので、速度違反しないように注意しないと。気づいたら白バイに追いかけられていたなど目も当てられないことになりそうで、ちょっと怖いです。高速走行時の安定感は十分なので、時速120キロ走行も車両スペック的には余裕です。ただスクリーンがないと90キロ以下が妥当なので、何らかスクリーンを増設したいところですね。純正スクリーンとしてフロントカウルが設定されているので、これをつけると風が楽になりそうですが、メーカーは風防効果について謳っていませんね。一般的にこの形だと胸周りくらいの風は整流してくれるものが多いです。年式によって違いがあるかもしれないんですが、このクラスにしては時速100キロ走行でハンドル振動がある方かなと思うものの、クルーズコントロールがあるので実際長距離ではあまり気にならないでしょう。一時期のヤマハ車は軒並みハンドル切れ角がすごく少なくなっていて、 XSR900 も切れないハンドル群のところにいます。 MT-09 などは
もだんだん戻ってきているものの、XSR900 は現行モデルもハンドルが切れないままで、最小回転半径が 3.5 メートル、うちの SCR950 とボルトですね、こちらも 3.3 メートルレベル、ホンダゴールドウィングでさえ 3.4 メートルなので、XSR900 は驚異の切れなさですね。そのため狭いところで切り返したりするのはなかなか大変で、どうしても切り返し回数が多くなってしまうんですが、走ってしまえば普通の道ではフルロックするまで至らないので、大きなデメリットというほどでもないです。狭いスペースに駐車するという人は日常のストレスがとても大きいかもしれないので、その場合は試乗車で確認できると安全ですね。ヤマハ XSR700 MT-07 ファミリーの丸めスタイルですが、MT-07 は電スロになって各所大幅にアップデートしてきています。ファミリーのテネレ 700YZF-R7 も最新に更新されているところなんですが、残念ながら XSR700 だけはアップデートしていません。アップデートする気配すらありません。このまま自然消滅してしまうのか戦々恐々なんですが、バランスが優れたバイクなので消滅はとても惜しいですね。XSR700 はシート高が 835mm でステップとの距離がかなり長くなっているので、実は現役最高クラスに膝が楽なバイクです。膝が辛いなぁと思ったらテネレよりも XSR700、 これでダメならもうスクーターかゴールドウィングか、いずれにしても疲労が少ないポジション設定になっています。さらにシート下の幅がスリムで XSR125 よりも地面が近いと感じるくらい、シート高の割に足つきは非常に良いという、いろいろ乗ればわかる素晴らしさを持っています。非常に軽快かつ低回転からパワフルで扱いやすく、幅広い用途に使えるので、体型に合いさえすれば満足度が高いバイクに感じると思います。川崎 Z650RS、XSR700 と並ぶ販売台数少なめ車種なんですが、こちらは見た目の方向性が似ている Z900RS の方を選ぶ人が多いようです。エンジンのベースが同じファミリーには Z650、忍者650、ベルシス650、バルカン S と派生車種が多めです。川崎の 650cc ツインエンジンはこの排気量にしては珍しい180度クランクになっていて、現在一般的な270度クランクのトラクション感とはちょっと違うので、ここは好みが分かれるところかなと思います。続き SV650、昨年生産終了した SV650 シリーズですが、まだ在庫車がありそうなので、欲しい人は駆け込みでいけると思います。SV650 ファミリーはセパハンの SV650X、アドベンチャーの V ストローム650もありました。このエンジンを使うモデルは SV7 シリーズとして変身することになって、第1弾として SV7GX が発売されます。丸目は 8T と被るので設定されなそうな気がしますが、SV7 がどういったラインナップを検討されているのか、とっても興味深いですね。川崎 W800 目黒 K3、 終わりそうと思わせて終わらなそうな W800 と目黒 K3、 SR400 の終了などで本気のクラシックテイストとして国内モデルとしては最後の砦感があります。現行モデルの仕様はずっと排ガス規制くらいで変わっていないんですが、2026年のカラーは深めの青とこれまであまりなかった白です。目黒 K3 の方はタンクのデザインが間違い探しくらいの差で変わったことがあるにはありますが、おおむね同じ見た目で継続しています。川崎 W230 目黒 S1、 発売から1年経過した W230 と目黒 S1、2025年の販売台数はペンタロー集計4位となかなかに検討してくれました。軽量車体と低いシート高で女性の体型にもおすすめなモデルです。 BMW R1290 水平対向ツインエンジン搭載、 BMW のクラシックテイスト生き残りです。 R90 から R1290 になって値上がりもしてまずまずなお値段になってきました。国内45台限定モデルが出ていますが、こちらは外装がいくつか変更されているようです。お値段は税込み284万6000円とさらにまずまずな設定になっています。トライアンフスラクストン400、トライアンフ400シリーズのカフェレーサースタイル、セパハン前傾でペンタロー前傾率では SV650X はやぶさくらいの結構深い姿勢なので、前傾姿勢が苦手な人は注意してください。最近この400シリーズが拡張されてきて、トラッカー400というのも出てきました。ネオクラモデルは意外にホットなジャンルですが、今後またアップデートやニューモデルの情報があれば随時紹介していきます。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。 LINE スタンプ作りました。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。